から罪悪感のないバニラアイスと一緒にオートミールの衣で梅の沢菜ちりめん気軽に使いました。別のものにしちゃったから。ここにオートミールトルティーヤを。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。今週は2回に分けました。その前編です。チャンネル登録もお願いします。トロピカルマリアフローズンチョコバナナ1798円です。メルマガ掲載の新商品です。原産国はタイ。賞味期限は2025年の7月です。約1年10ヶ月です。500g が2袋入っています。完熟したバナナをダークチョコレートでコーティングしましたとのことです。輪切りのバナナにチョココーティングをしただけなので大きさはバラバラです。この1袋には37個入っていました。5個で 68g、158キロカロリーですけれども、バナナだから罪悪感のないスイーツですね。ダークチョコのパリパリも合っていて美味しいです。少し放置して柔らかくなり、見た目は悪いですけれども、とろっと甘みが増して、それはそれで美味しかったです。でもチョコバナナって自分で作れちゃうよねと思うとお高いので、お値引きを待ちたいです。クレープに入れても美味しいです。オートミール生地のレシピはこの動画の最後にあります。紅甘芋、丸干し干し芋 250g が3パック2198円です。SNS で人気になり品薄だった商品だそうです。青果コーナーにありました。1パックあたりは 732.6 円。干し芋ってちょっと贅沢感ありますよね。製造所は記号なので分かりませんが、さつまいもは国産です。賞味期限は11月15日です。約2ヶ月半です。まるであんこのようにねっとりと柔らかいので、袋からは出しづらかったです。見た目は焼き芋です。丸ごとの干し芋って初めて食べたんですけれども、切り干しのとはもう別物ですね。ものすごく柔らかくてとろっとしています。甘くて美味しいです。もうね、人気のわけが分かりました。とにかく美味しいです。トースターで温めてみたらさらに美味しいです。家族も絶賛です。アイスに添えても良さそうですね。これは本当おすすめです。開封したら1本ずつラップで包んで冷蔵庫冷凍しますが、あっという間に食べきるので保存の必要はなしかと思います。クレープにバニラアイスと一緒に巻きました。オートミール生地のレシピはこの動画の最後にあります。国産梅ちりめん 270g 968円から200円オフは9月3日までです。リピです。製造は愛知県。賞味期限は9月20日です。19日後です。ジッパー付きですけれども、開封したらお早めになので、保存容器に移し替えてさっさと食べきります。梅干し、オキアミ、イワシ稚魚、野沢菜がたくさん入っているので、梅野沢菜ちりめんにした方がお得感ある気がしますけれども。オートミール 30g に水 50ml を入れて 500W で2分加熱します。梅ちりめんを小さじ2杯くらい入れて混ぜます。ラップで包んでおにぎりにします。しばらくこれを毎朝食べ続けます。小餅カラフトししゃも 1kg 1880円から200円オフは9月7日までです。メルマガ掲載品です。まだ凍っているのを選んできました。アイスランド産のカラフトししゃもです。製造は茨城県。加工日は解凍日のことですね。は今日。消費期限はしあさってです。凍っているうちにフードセーバーに分けて冷凍しました。バラ凍結になっているのかな、分けやすかったです。オートミールの衣でししゃもフライにしました。お腹にフォークで穴を開けてから小麦粉、卵、インスタントオートミールの順にまぶします。180度の米油で3分程度揚げます。卵たっぷりで美味しかったです。久世福万能ごま 220g が2本1598円です。ドレッシングのように見えますが
味付けごまのふりかけです。製造は福岡県。賞味期限は来年の8月です。約1年です。海鮮した時にニンニクが強く感じましたが、ご飯にかけてみるとそうでもなくて気軽に使えました。美味しいです。たっぷりの量ですが、開封したらお早めになので、オートミールおにぎりや卵フィリングに混ぜたりガンガン使っていきます。木村屋昭和な照り焼きチキンパン6個入り648円です。1個あたりは108円。昭和なシリーズの新商品です。製造は千葉県。消費期限はあさってです。縦横は8センチくらい、高さは45ミリです。1個あたりは205キロカロリー。キューブ型のパンって昭和っていうより平成以降の流行だと思うんですけれども、可愛らしくていいですね。柔らかくて気に入っています。フィリングはちょっとしょっぱめです。味噌味かと思ったんですけれども、味噌は使われていないようです。チキンはひき肉ですね。このシリーズパンは美味しいんですけれども、フィリングがいまいちなのが残念です。トースターで温める場合はホイルに包んで焦がさないように温めます。袋ごと冷凍もしてみました。袋ごとレンジ OK かどうかは書いてなかったのですが、袋に数箇所切り込みを入れて電子レンジで温めました。600ワットで60秒加熱してみたら、パンは少し汗をかいていますが、熱々のふわふわです。卵きゅうりマヨネーズのフィリングを空洞に詰めたら美味しくいただけました。もう別のものにしちゃった感じです。クエーカーオールドファッションオートミール 2.26kg が2パック入って2598円から530円オフは9月14日までです。原産国はアメリカ。賞味期限は来年の9月です。約1年です。枕みたいですよね。インスタントオートミールは Amazon で買いましたが、インスタントは細かく粉砕されているので調理が簡単ですけれども、 GI 値はオールドファッションより高いです。一長一短なので使い分けています。オールドファッションを使った1週間ダイエットレシピ動画もありますので、概要欄のリンクからご覧ください。朝食にオートミールトルティーヤを作ります。先にフィリングを作ります。きゅうり1本、ゆで卵2個、イエローマスタードとブラックペッパー、マヨネーズは 50g、万能ごま 2g も入れてみました。オートミールトルティーヤの生地を作ります。フードプロセッサーにオートミールを入れて粉砕します。タピオカ粉、これは片栗粉でも構いません。塩、水、オリーブオイルを入れて攪拌します。耐熱皿にオーブンシートを敷いて、その上に生地を丸く広げます。ラップはせず、電子レンジ600ワットで1分半加熱します。様子を見ながら10秒ずつ追加で加熱していきます。冷ましてからシートから剥がします。レタス、生ハム、卵フィリング、マイクロリーブスの順に乗せて巻きます。ワックスペーパーで包むと食べやすいです。カレーカシューもトッピングしてみたら、風味も食感もアクセントになり相性が良かったです。オートミール生地のレシピはクックパッドにも投稿しました。概要欄のリンクからご覧ください。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。